まずはオンロードの性能から見ていきたいと思いますが、だいたい今100キロぐらい走って一応鳴らしを置いたところです。で、グリップなんかに関してもほとんど問題はありません。タイヤが少しだけ重くなったので、その分だけ加速が失われた感じはあります。またノビータイヤ特有のブロックの振動が気になるかと思ったんですけれども、全く気になりません。これは意外でした。それどころかサスペンションと相まって非常に滑らかな走りを実現しています。オンロードでこのように滑らかなのですが、このようにかなり音は気になります。多分ベテランシャーマンもこういった音が鳴ってると思うんですけれども、オンロードの快適さは通常のタイヤとほぼ変わらないと思います。このタイヤ自体、完全なオフロードというよりもオフロード寄りのデュアルパーパスタイヤだと思うので、オンロードの性能もほとんど通常のオンロードタイヤと変わらず乗ることができると思います。では次に今度は草の上を走っていきたいと思います。草の上を走るのは S18 では得意だったのですが、このタイヤに変えてみてどうでしょうか。では行ってみたいと思います。いいですね。とても走りやすいです。次にあまり得意ではなかった砂利道を走っていきたいと思います。かなり走れるようになっていると思います。
今までのタイヤだとこういった大きな砂利ではちょっとしたことで左右にバランスを崩しやすかったんですけども、このタイヤだと何というんでしょうか、踏み鳴らしながら走ることができるので安定して走行することができると思います。砂利を走った中ではこの組み合わせが今のところ一番走りやすいと思いますね。フェンダーとのクリアランスがないのでちょっと小石を挟んだ時に嫌な感じはするんですけれども、それでも一番走りやすいと思います。次にジャンプについての印象です。タイヤが重くなったのでジャンプがしにくくなったという印象でしょうか。少しまとめますと、サスペンションの可動部を修正してベアリングを性能と品質の高い日本製のものにして、最終的にタイヤはオフロードに対応させたこの S18 はようやっと最高のものに仕上がったと思っています。で、このタイヤについてのちょっとしたまとめですけれども、やっぱり S18 の特徴ってこの小型のバッテリーもそうなんですけれども、この車体の大きさに対して実際はかなり軽いっていうことがポイントなんじゃないでしょうか。軽快に軽く走ることができるのが S18 の特徴だと思うので、ちょっとこういったオフロードで走行は安定するんですけども、加速性能ですとか軽さがちょっと失われてしまうというのは残念な気がします。ですので S18 に合うタイヤはこういったオフロード寄りのデュアルパーパスタイヤではなくて、オンロード寄りのデュアルパーパスタイヤ、しかも重量の軽いものを装着した方が実はいいんじゃないかななんて、このタイヤをつけてなんですけれども思いました。ということで今回はオフロードタイヤを装着して早速性能をテストしてみました。ご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。新井住吉でした。